今回の内容は、ジョイボーイはエロい。ちゃんと作中の根拠をもとに本気で言っていますので、よかったら聞いてください。まず理解していただくために、これまでの考察を軽くおさらいします。僕は扉絵だったり SBS であったり、これまでの作中の至るところに小田先生が空白の100年のヒントを出してくれていると考えています。そこで注目したのはクロコダイルのサーブルスペサードという技名。重たい砂嵐ってちょっと変な名前ですよね。この嵐が恋はいつでもハリケーンのハリケーンとリンクしていると考え、歌の私は最強の歌詞にもある重い思いだと考えました。その重い思いをぶつけられたのがジョイボーイです。他にも重さで考えてみると、キロキロの能力者ミス・バレンタイン、通称運び屋ミキータの特徴がリュック・ベッソン監督の映画の題名をもじっていることが分かりました。運び屋はトランスポーター、ミキータはニキータ、レモンはレオン、ペアを組んでいたミスター5はフィフスエレメントでしょう。ジョイボーイはギア5、2課の能力者でしたから、ミスター5のフィフスエレメントに注目します。主演ブルース・ウィルスで、厳密には違いますがざっくり隕石衝突を止める話。他にも和の国のうどんが言葉遊びになっており、アルマゲドンになっているんじゃないかと考察しました。これもブルース・ウィルスが隕石衝突を止める話です。作中では隕石と上空からのげんこつが同じ意味として描かれていることから、ジョイボーイはげんこつを落とされた、つまり叱られたのだと考察しました。そこで重要になってくるのが重さ、上からのげんこつを意味するパウンドです。僕はパウンドはジョイボーイのヒントキャラだと考えています。パウンドにはローラとシフォンという双子の子供がいますよね。僕はこの2人がナミとイムとのリンクになっていると考察しています。ナミとイム様の双子説はがっつり考察していますので、興味があったら見てください。今回は割愛します。もうちょっとだけ過去の考察をおさらいしますが、扉絵連載のサイとウホリシアの関係がジョイボーイとイム様を操る黒幕との関係を表していると考察しました。王子であったジョイボーイは婚約破棄をしてげんこつを落とされ、金玉を取られ、ドラム缶にコンクリ詰めにされ、東京湾に沈められ、今はラフテルにいるというイメージです。むちゃくちゃなことを言っているように感じると思いますが、小田先生は作中で金玉の話を何度かしているんですよ。フランキーも仲間になるとき、ロビンに金玉をグラップされ、潰れるぞロビン、もげるわいな、もぎり取れるわいな、みかんのように、みたいなギャグパートがありましたよね。まあこれについては後で話します。あともう一つだけ。僕は新魚人海賊団のイカロスがイム様のヒントキャラであり、親友のダイダロスがジョイボーイのヒントキャラであると考察しています。作中では親友という設定ですが、ダイダロスとイカロスというのはギリシア神話では親子なんですね。そんなことからもジョイボーイとイム様が親子であるという考察をしています。すみません、おさらいが長くなりましたけど、ここから今回の考察です。第84巻の作者コメントのところに、この T シャツ驚きのレモン300個分の黄色さなんです。84巻始まるよって書いてありますよね。普通に読むとなんのこっちゃというコメントなんですけど、もちろん小田先生は深い意味を込めています。ワンピースのキャラでレモンといえばミス・バレンタインですよね。好物がレモンティーですし、服もレモンの輪切りの絵柄です。そのミス・バレンタインがウソップを押しつぶしている時ですが、10キロ、100キロと上げていき、次は1000キロというかと思いきや200キロでした。この流れでいけば次は300キロでしょう。300個分の黄色、300キロ。多分こういうことですよね。では300キロを考えますが、体重が300キロといえばアブサロムですよね。ちょっとここでアブサロムをご記憶いただいて、他に300という数字を探してみましょう。ドレスローザ編でドフラミンゴの下っ端がルフィたちの人数を数える場面で、牛に乗っています。さっきの3人、4、5、6、7。うわぁ、人数が増えていますと言っているんですけど、それに対してピーカは3人も300人も同じことだと言っているんですよね。300人ってどっから出てきた数字という感じですが、これは小田先生が300は3と同じと考えていいというヒントを出してくれているんだと思います。ちなみに実際には2頭と14人に増えていますので、2月14日のミス・バレンタインにもかけられているのかもしれません。さらに他にも300を探してみます。第300話のタイトルは交響曲ですよね。
交響曲300番と言われても正直知らないし、小田先生が仕込みを始めた頃には300番はなかったと考えられるので、ここはピーカさんの言う通り300を3だと考えてみます。すると交響曲第3番はかの有名なベートーベンの英雄なんですよね。ルフィがなりたくない英雄ヒーローがここに関係してきます。この交響曲第3番英雄はイタリア語の現代に由来するエロイカの名前で呼ばれることも多いそうです。エロイカ、エロイカです。ダイオウイカのダイダロスがジョイボーイのヒントだとお話しましたよね。先ほどたどり着いたアブサロムも部下のゾンビからエロサロムとかエロリーダーと呼ばれていましたよね。ジョイボーイのヒントキャラだと考えられるサンジもアブサロムと同じく女湯を除くエロい男です。なんとなくですがエロでうまくつながった気がしますね。では今度は SBS から気になっているエロを紹介します。先に言っておきますが、僕は SBS に書かれていることの半分は小田先生とスタッフの協力による自作自演だと思っています。小田先生は SBS にもヒントを散りばめて難解な謎解きを仕掛けて楽しんでいるなと考えています。その小田先生のヒントの中で特に気になっているのがこれです。おそらくナミをモデルとした魚であろうキャラが私はエロスの子だよと言っています。これを本当に読者が投稿してきたのだとしたらマジで意味がわかりませんよね。これはあくまで僕の説ですが、ナミの父はジョイボーイですのでジョイボーイがエロスということになります。アブサロムもエーロースって言われています。次に気になるのはこの絵。ジンベエが SBS が始まるぞ起きろと言っているのに対し、また魚がそれはエロすぎるよと言っています。これまた謎すぎます。SBS という文字自体にエロいの要素が含まれているのでしょうか。そう考えると気になるのが SBS が荒れてきたから SES すごくエロい質問コーナーを作ったらどうかという質問。これの送り主のペンネームがカニカマというのもヒントになってますね。他にも SBS の B を E と呼んでいるものがあります。どうやら B がエロいと考えて良さそうです。そこで思い出すのがいつも仲良くさせてもらっているクセガールさんの SBS 考察。この動画では B は2人の女性に挟まれたジョイボーイを表していると言っているんですよね。つまりジョイボーイがエロい。ただジョイボーイが B だとすると一つ気になる絵もあるんです。この絵は太陽の神ニカのことを作中で初めて語ったフーズ風なんだと思いますが、その後ろの鳥居の神学のところに B が来ています。鳥居と神学といえば扉絵連載ジンベエの海峡一人旅に出てくる鳥居を思い出しますよね。この鳥居といえば第767話が印象的なのですが、実は第762話の方が先に描かれているんです。第762話といえば緑の中戸井さんの動画でも紹介されていたようにネロナの語呂合わせである267を逆さにした話数です。同じように神学の中の海という文字を逆さにするとイムとなりますよね。神学の中にジョイボーイとネロナイムです。これはジョイボーイというのが通称で本名がネロナイムということなのでしょうか。この辺のことで何か分かったらまた報告します。ここからはエロいジョイボーイがなくした金玉の話をします。天竜人のシンボル天×竜のひづめは球体に爪がついていますよね。この球体部分が竜が持つという願いを叶える玉チンターマニを表していると考えています。男性のシンボルといえばチンターマニですよね。革命軍はそのシンボルを破壊しています。ルフィが偽物の神であるエネルを倒した時も金玉が砕けています。神を倒すこととチンターマニを破壊することがセットになっているのかもしれません。ではなぜその神がジョイボーイからチンターマニを取ったと考えられるのか。以前に考察したサイの日帰りにもつながるフリルが好きなマーガレットはルフィに金玉を取ってくれと言っていますよね。フリルが好きというのは女の子っぽいイメージのように描かれているとは思うのですが、好物までフリルのように見える餃子が設定されているので、それだけではない他の理由も隠されていると思います。マーガレットはフリルが好きという設定にもかかわらず自分は身につけてはいないんですよ。日帰りというのは中世の貴族などの間で流行した襟であり、フリルが好きなマーガレットは高貴な身分に憧れている人物を表していると思うんですよね。願いを叶える金玉を手に入れて貴族になるんです。地蔵さんはこの金玉をドラゴンボールの通信中だと考察されていますね。ドラゴンボールも願いを叶える玉であり竜が関係しています。ジョイボーイはチンターマニを取られたわけですけど、そういう人だらけの国がありますよね。
カマバッカ王国です。カマバッカ王国の人たちは一本取られたよと言っていますから、イワンコフにチンターマニを取られています。ジョイボーイのヒントキャラであろうサンジはそのカマバッカ王国のことを地獄と呼んでいます。インペルダウンではレベル1グレン地獄、レベル2猛獣地獄、レベル3ギガ地獄、レベル4消熱地獄、レベル5極寒地獄、レベル 5.5 ニューカマーランド。カマーランドは地獄なんです。地獄と聞いて僕が一番気になるのは熱々の実の能力者オーブンの技熱海地獄です。完全に熱海温泉って書いているんですけど、これを熱海を熱海と読むダジャレだけで済まさないのが小田先生だと僕は思います。熱海温泉といえば尾崎紅葉による小説金色夜叉が有名ですよね。金色夜叉のあらすじの序盤だけお話しすると、寛一とお宮は許嫁の仲なのですが、お宮は結婚を間近にして富豪のところに嫁いでしまいます。それに激怒した寛一は熱海でお宮を問い詰めるのですが、お宮は本心を明かしません。悲憤した寛一はお宮を蹴り飛ばし、一生を通して恨むと伝え、復讐のために高利貸しになる。そこから話が続いていくのですが、金色夜叉といえば寛一がお宮を蹴り飛ばすシーンが特に有名なんです。熱海には銅像まであるぐらいです。金色夜叉で許嫁を裏切り婚約破棄をしたのは寛一ではなくお宮の方ですので、扉絵のサイとウホリシア、それとリンクするジョイボーイと黒幕との関係とは立場が少々異なりますが、あくまでモチーフですので全てをリンクさせられているわけではないと思います。立ち位置がごちゃごちゃでちょっと分かりにくいかもしれませんが、僕が予想しているのは許嫁がいたジョイボーイが他の女性と浮気をして結婚するという許嫁との約束を蹴ったのだと思います。サンジはゼフに男は女を蹴っちゃならねえ、そんなことは恐竜の時代から決まってんだ、いいか、人間としてならいくらでも間違え、だが男の道を踏み外したときはてめえの金玉を切り落とし、この俺も首を切ると言われていましたよね。ジョイボーイはそれをやったのだと今の段階では考えています。今回の考察で英雄という言葉が出てきましたね。僕はずっと気になっていたんです。なんでルフィがヒーローになりたくないという設定になっているのか。もしも今回の考察通りヒーローがジョイボーイを表す言葉だとするなら、ジョイボーイは肉や酒を分け与えるタイプの人物だったということですね。金玉の話をした後で何なのですが、小田先生の好きなアンパンマンのような存在だったことになります。エースがワノ国でわざわざ捕まって食料を分け与えたという話もそのヒントなのかもしれません。僕は以前にジョイボーイがラフテルでミイラになっているのではないかという考察をしているのですが、ジョイボーイは自分の分まで食料を分け与えたためミイラになったというのもありそうですね。以前に肉は国を表していて、第599話の扉絵のようにジョイボーイは寝ている間に国を乗っ取られたと考えたんだけど、ジョイボーイが肉を分け与えるイメージならわざと国を明け渡したということも考えられますね。以前に考えたパンゲア城とカヤの屋敷とがリンクしており、黒猫が黒幕であるという説に当てはめると、ジョイボーイがパンゲア城を明け渡したとも取れる描写があります。メリーはカヤに、クラハドールの目的がこの屋敷と財産ならば、そんなものすべてあげてしまいなさい。命を張って守るものじゃない。と言っています。カヤはその通りにしましたが、黒が求めているものがそれ以上でした。これをそのまま当てはめるなら、ジョイボーイはパンゲア城を明け渡したが、被害はそれだけでは済まなかったとなりますね。ワンピースは最終章とイーストブルーがリンクするという説が有力ですので、そういった可能性もあるのではと考えました。最後に、今回の考察では交響曲第3番変補聴長作品55、英雄からジョイボーイにアンパンマンのイメージがあるのではないかという仮説を立てました。ではそのアンパンマンを語呂合わせしたらどうなるのでしょうか。語呂合わせ作成ツールの推奨は18となりました。第18話のタイトルは海賊道家のバギーです。バギーが英雄を表すキャラということでしょうか。次はこれもアンパンマンと語呂合わせできる第1080話のタイトルを見てみましょう。今度は伝説の英雄です。やはり小田先生はアンパンマン18に英雄という意味を持たせていることがわかります。ジョイボーイとバギーのリンクが見えてきましたね。この続きは次回話そうと思います。今回の考察は以上です。これからもちょっと変わった視点の考察をしていきますので、見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。コメント、いいねボタンもお願いします。ではまた次回。